ペンダコ。Bonjour tout le monde. Moi c'est ペンダコ先生。今回は綺麗にペン入れするためのコツを紹介します。せっかく上手に下書きできたのにペン入れに失敗した。下書きはうまくできたのにペン入れすると下手に見える。そんなあなた、今回紹介するコツを身につければ綺麗にペン入れをすることができますよ。アナログとデジタルのどちらでも役立つ情報をお伝えします。今回はどんな画材を使うのかといったアナログの方向けの情報多めで解説します。また後半では呪術廻戦を例にしてペンタッチと絵のスタイルの関係性についてもお話しします。ぜひ最後までご覧ください。Alors, c'est parti! ペンダコ。まずは一番簡単なペン入れのコツを紹介します。これこそコツ。紙を回すのが綺麗な線を引く一番簡単な方法なんです。なぜなら人によって線を引きやすい腕の動かし方が違います。無理な動かし方をすると手を痛めたり綺麗な線を引けません。だから紙を回して線を引きやすい状態を保ちながらペン入れをしましょう。私の場合はこの腕の動かし方が線を引きやすいです。なのでこうやってペン入れをしています。ちなみにインクの位置は切手側に置くのをおすすめします。インクを補充するときに原稿の上に腕が来るとアクシデントの原因になります。ほらね、紙を回せるくらい机を整理して作業しやすい環境を整えましょう。実は漫画を描く上で線をつなぐかつなげないか選ぶことは重要なことなんです。現実では遠くのものは近くのものに比べディティールやシルエットがはっきり見えません。漫画ではそれを線を細くしたり線を途切れさせて表現しているんです。この絵では奥のクリーパーと木にそのテクニックを使っています。一部の線をわざとつなげないことで奥行き感を出すわけです。理由もなく線を途切れさせると奥行きを感じづらい絵になってしまいます。とは言っても綺麗な線を途切れずに描くのは難しいですよね。そんな時は線をつないで描く方法があります。最初に引いた線の途中から引いて一本の線のようにつなげる。こんな風に何回かに分けて線を引き、後で丁寧に一本の線のようにつなぐ。顔の輪郭のように複雑なカーブの場合はカーブに合わせて紙を回してみましょう。何度かに分けてペン入れするとうまくいきますよ。まずは理由なく線を途切れさせるのをやめて線をつなげる練習をしてみましょう。次にお話しするのはペンの太さについて。プロは線の太さを使い分けることで立体感や質感を表現しています。この絵では奥行きを表現するため手前の背景の線を太く遠くを細くしています。またアウトラインは太い、質感を伝えるためのディティールは細い線で描いています。すべての線が均等な太さだと奥行き感も質感も感じづらくなります。漫画では線の太さが絵の印象に大きく影響するんです。リサーチのために書いたこの原稿を使ってどんな風に画材を使い分けたか解説します。キャラクターの線には G ペンを使いました。G ペンだと一発で線の強弱をつけながら線を引くことができます。背景や細かいディティールを描くときはライナーがとても便利です。決まった太さで線を引けますから、こういった細かい作業に向いています。つまり大事なのは引きたい線の太さに合わせて道具を選ぶこと。
デジタルでのペン入れのコツについての動画も今後作っていく予定です。画材になりたい、ペンの特徴を理解したい人は同じモチーフを画材を分けて描いてみることをお勧めします。ここからは皆さんにとって耳が痛い話かもしれません。しかしですね、これは大事なことなので、スタイルと雑なことの違いについてお話ししていきます。最近、勢いよく荒々しくペン入れされている絵をよく見ます。絵のスタイルから呪術廻戦やチェーンソーマンが好きなんだろうなって伝わってくるんですね。私もこの作品大好きです。絵もキャラクターもかっこいいし、バトルシーンとかすごいですよね。ただこのスタイルはとても高い力量とバランスの上で成り立ってるんです。ちょっと解説してみますね。例えばこのコマ、煽りの複雑なポーズでも全くプロポーションが崩れない基礎的な画力の高さ。このコマではキャラの線に比べ背景が細い線で細かく丁寧に描かれてますね。線の強弱を完璧に使い分けています。このコマでもエフェクトと背景で線の太さを使い分けています。皆さんもその理由はお分かりですね。エフェクトのダイナミックさとシチュエーション、この2つを線を使い分けることで伝わりやすくしています。とにかくお伝えしたいのは、初心者が真似するにはとても難しいスタイルなんです。だからペンのスタイルだけを真似していても下手に見えてしまうことがあります。今回お話ししたペン入れのコツや線の太さといった基礎を身につけてから挑戦するのをおすすめします。今回はペン入れの基本のコツについて紹介しました。自分のできてないところ、意識してなかったことに気づくだけで、それは成長への第一歩です。あとはたくさん描いて技術をものにするだけ。どんどん絵を描いてみてくださいね。初めて G ペンを使う人に向けた動画はこちら。ちょうどいいインクの量、上達のための練習法も紹介しています。デジタルでのペン入れのコツについての動画も今後作っていく予定です。動画が参考になった人は高評価と誰かに共有してみてくださいね。よろしくお願いします。次の動画を作るためのモチベーションになっています。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。アビアント。